皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。ナビゲーターのジンです。今回は新しい取り組みを動画にしました。文学作品に出てきた言葉についての解説です。ご覧になった後、コメントで感想を教えていただけるととても嬉しいです。さて、前回の動画、中谷浮一郎おにぎりの味で、おこげという言葉が出てきました。今回はこのおこげという言葉から、日本語の文法や言葉遣いについて少し説明をしていきます。まずは、おこげの意味について確認しましょう。おこげとは、ご飯を炊いた時に、鍋や釜の底にできる茶色く固く焼けた部分のことです。香ばしくて美味しいので、おこげを好きな人は多いです。おこげと似た言葉に、焦げがあります。おこげは薄い茶色で香ばしいプラスのイメージ。おこげをさらに加熱すると黒くて苦い焦げになります。焦げはマイナスのイメージですね。パンの焦げや焼き魚の焦げといえば、ただの黒く焦げた部分を指し、あまり良い印象を持ちません。一方、おこげというと、焦げの中でもご飯の焦げを指し、しかもポジティブなニュアンスを含みます。さて、ここで言葉に注目しましょう。おこげと焦げ。文字の違いは、おの一文字だけですね。このおをつけることで、言葉を柔らかくきれいにし、丁寧な印象を与えることができます。文法の分類では、美化語と言います。例えば、寿司とお寿司。寿司を食べたよりも、お寿司を食べたの方が優しく上品に聞こえます。水を飲むとお水を飲む。花を飾るとお花を飾るなどを比較すると、水を飲む、花を飾るはフラットな印象ですが、お水を飲む、お花を飾るなどおがつくことで言葉に柔らかさが含まれるのです。同じように、金が欲しいは欲が強い感じがしますが、お金が欲しいはもっと穏やかな感じがします。言っていることは同じなんですけどね。聞いた時の感じ方の違いがわかりましたか？つまり、元々の言葉にプラスのイメージを加えるのがこのおという美化語なんですね。もう一点。おこげは美化語のおがついた状態で一つの単語を作っています。ご飯の焦げ始めの
茶色くて香ばしくて美味しい部分を表す名詞です。ですから、焦げを食べたいとおこげを食べたいでは食べたいものが違います。このようにおがついた状態で名詞になっているものがあり、その代表がおにぎりです。おにぎりはもともと握り飯におがついて、飯が省略されたもの。おにぎりのおを取ると握りですが、握りはお寿司の種類の一つを表します。お刺身が上に乗っているお寿司のことです。他にも、おと切り離すと違う意味になったり、意味が通じなくなる言葉があります。お辞儀、おでん、おしゃれ、お守りなどです。おを外すとどうなるか、興味のある人は調べてみてくださいね。美化語には、おの他にもう一つよく使われる言葉があります。ごです。おもごも基本的な機能は同じです。名詞の前について丁寧さを表します。ご飯、ご本、ご祝儀、ご褒美などがあります。単語によっては、このおやごをつけるのが普通のもの。反対につけるとおかしいものがあります。例えば、花はお花と言いますが、草をお草とは言いません。また、人によってつけるかつけないか違うものや、おもごもどちらも使えるもの。使う場面によって失礼になってしまうものなど様々な違いがあります。日本語を勉強する人たちの悩みどころですね。おとごがつく言葉には、美化語の他に相手との関係によって使われる尊敬語や謙譲語があります。お名前、お会計、ご住所、ご家族、ご意見などです。これらの言葉、日本に住んでいる方は毎日のように見たり聞いたりするのではないでしょうか。尊敬語、謙譲語、美化語。これらすべて敬語です。代表的な敬語である尊敬語、謙譲語は相手に対する敬意を表します。ですから、相手がいない場合には普通は使いません。対して美化語は独り言のように相手がいない場面でも使います。相手もいないのに敬語を使うのは変かもしれません。でも、敬語の土台にあるものは、相手の心と、そして自分自身の心のより良いあり方を求める気持ちなのだと思います。それでは、美化語がある場合とない場合、どう違うのかを具体的に比べてみましょう。例えば、
お昼ご飯はお寿司を食べようかな。この文には美化語が3つ含まれていますね。この美化語を使わずに同じ意味の文を作るとこうなります。昼飯は寿司を食べようかな。かなりカジュアルな雰囲気になりました。ただ、このままでは少しだけ違和感を覚えます。昼飯は寿司をというなら、食べようよりも食おうの方が雰囲気が合うんです。そしてその言葉が表す雰囲気から、お昼ご飯はお寿司を食べようかなは、丁寧な人や女性。昼飯は寿司を食おうかなは、気取らない人や男性が話すのを想像します。このように言葉遣いはあなたの印象を形作ります。理想のイメージに合う言葉遣いを意識的に選ぶことで自己表現にもなるのです。日本語には多様な言い方があり、学ぶのは大変かもしれません。ですが、その違いを楽しむことが学びを豊かにします。状況に応じて言葉を使い分けることができるようになると、より自然で豊かな日本語表現ができるようになりますよ。さて、今回初めて言葉の解説動画を作ってみましたが、いかがでしたか？感想やまた質問があればコメント欄で教えてください。皆さんの日本語学習のお役に立てれば嬉しいです。最後までお聞きくださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。